今回はテイラー展開を使って円周率を求めるのだ。テイラー展開？何それ？テイラー展開というのは関数 fx に対してこのような等式を得る方法のことなのだ。何これ、目がチカチカするわ。簡単に説明すると、ここに x や x の2乗があって、その係数は x に関して定数なので fx を多項式のような形で表している式なのだ。例えば後ろの点々を無視すれば右辺は2次関数になるのだ。ただ多項式と異なるのは項が無限個あるところで、点々で表したところをシグマ記号で書き直すとこのようになるのだ。これは x の n 乗にある係数をかけたものを無限個足し合わせたもので、それが fx に一致するということなのだ。ここでここの記号は f を n 回微分したものを表し、各項の係数は f を n 回微分したものの x イコール0での値を n の階乗で割ったものなのだ。なんだか難しそうだわ。テイラー展開の詳しい説明は後で行うが、多分高校レベルの微積分を知っていれば理解できると思うのだ。さて、テイラー展開が円周率の計算にどう関わるかということだが、例えば sinx のテイラー展開はこれも後で説明するが、このようになるのだ。sin2分の π は1なので、上の式の x にも2分の π を代入すると、このような π に関する等式が得られるのだ。π を無限個足したり引いたりして1になるなんて不思議な式ね。このように円周率に関係する関数をテイラー展開し、具体的な値を代入することで円周率に関する等式が得られるのだ。これで円周率が求められるの？いや、この方法ではこの等式を π について解かないといけないので難しいのだ。その代わりに f の sinx が x に一致するような関数、つまり sinx の逆関数に対してテイラー展開を実行し、 x に2分の π を代入すると sin2分の π は1で f1 の値は上の式からこうなるので、これが2分の π と一致し、 f の n 回微分を求めることで円周率を求めることができるのだ。他にも4分の π や6分の π などサインの値が具体的にわかる値ならば f のテイラー展開を用いて円周率を求めることができるのだ。ということでこの動画ではまずテイラー展開について詳しく説明し、次にサインの逆関数のテイラー展開を計算し、最後に円周率を計算するのだ。ちなみにタンジェントの逆関数の方が計算が簡単で、しかもそっちの方が有名なのだが、それは関連する話題が多いので別の動画でやる予定なのだ。それではまずテイラー展開について説明するのだが、そのために微分について簡単におさらいするのだ。ちなみに微分の動画は前に公開しているので、詳しく知りたい人は後で概要欄から見てほしいのだ。関数 f のグラフがこのような形だとして、グラフ上の黄色い点の x 座標を A とする。この時 f の x イコール A での微分とは黄色い点を通る接線の傾きのことなのだ。そして接線の方程式は右のように表されるのだ。ここで f の値を A の周りで近似するという観点で見ると、接線は fx を A の周りで最もよく近似する直線と特徴づけることができるのだ。これを確かめるために近似の誤差について考えるのだ。fx と接線の x での誤差はこの水色の線の長さなので、それを r1x と置くと r1x はこのように表されるのだ。これは単に fx から接線の式を引いただけね。この時 x を A に近づけると r1x を x-a で割った値は0に近づいていくのだ。これは何を意味しているかというと、 x-a が十分小さい、つまり x が A に十分近い時に r1x は x-a よりもはるかに小さいということなのだ。これは x が A に近い時の誤差が小さいということなので、接線は A の周りで fx をよく近似していると言えるのだ。なぜこの極限が0になるかというと、
それは普通に計算すればよく、この値は R1x の式からこのようになり、後ろの項は x-a を約分できるので f'(a) だけが残り、前の項は微分の定義そのものなのでこのようになり0になることがわかるのだ。ちなみに接線の傾きを別のものに変えると青い枠の値が a に置き換わるので、上の極限が0になるのは a が接線の傾きに一致するときに限ることがわかるのだ。以上が微分についてのおさらいだが、ここからは f をさらに近似するにはどうすべきかということを考えてみるのだ。話が複雑にならないように、ここからは fx は何回でも微分できるものとするのだ。まずこの式を fx について整理してこのようにするのだ。この R1 が近似の誤差なので fx をさらに近似するには R1 を f と同様の方法でさらに近似すればよいのだ。するとこのような式が得られるが、 R1a は上の式から0、 R1' の a も上の式から0なので R1 イコール R2 という全く意味のない式が得られるのだ。そこで R1 の代わりに R1 の微分を近似することを考えるのだ。ここは先ほどと同様に0で、ここは上の式から f の2回微分の a に等しいのだ。ここで R1 はこの式の積分で求められるので、上の式からこれを計算すればよいのだ。1番目の項は f の2回微分の a が t に関して定数なので、この部分の積分だけ計算すればよく、それは x-a の2乗の2分の1になるのでこのようになるのだ。ここで後ろの積分を R に x と置いて R1 を一番上の式に代入すると、このような fx の近似の新しい式が得られるのだ。この R には a での値が2回微分まで0なので、次は R2 の2回微分を近似してと繰り返していくと fx の近似式がどんどん得られていき、計算すると詳細は省略するがこのような式が得られるのだ。これ最初に見た式に似てるわね。ここでこのような近似を繰り返していった時、本当に近似が良くなっているのかということは確認しておく必要があるのだ。それには Rn の大きさを何らかの形で評価する必要があるが、このままだとそれが少し難しいので、誤差の評価をしやすいうまい表示を考えるのだ。まずは R1 の場合を考えてみるのだ。R1 の x に関する微分は f'(x-f'(a) で R1 の a での値は0なので、 R1 を微分したものを a から x まで積分したものは微分積分学の基本定理から R1 に等しいのだ。ここで積分の中身も微分積分学の基本定理からこの積分に等しくなるのだ。 fx を2回微分して2回積分したものが R1 なのね。 R にも計算してみると、これは定義からこの積分で、小文字 R には R1 の微分の近似誤差として与えられたものだったので、小文字 R2 と R1 の微分の関係は F と R1 の関係と同じであり、したがって小文字 R には R1 の微分を2回微分したものを2回積分したものに等しいのだ。ここで R1 の3回微分は F の3回微分に等しいのでこのようになるのだ。 F を3回微分したものを3回積分したものが R2 なのね。ちなみに R0 をこのように置くと、微分積分学の基本定理から1回微分したものを1回積分したものに等しいのだ。ということは Rn は F を n 足す1回微分したものを n 足す1回積分すればいいのね。そうなのだ。でもこんな積分計算が大変そうと思うかもしれないが、実はそうでもない。ということを確かめるためにこの積分を計算して fx に関するこの等式を示すのだ。まずは一番内側の積分、つまりこの部分を計算してみると、微分積分学の基本定理からこのようになるのだ。これをさらに積分すると、前の項は同様に微分積分学の基本定理からこうなり、後ろの項は tn に関して定数なので積分の値はこのようになるのだ。このように
内側から積分を計算していけばいいのだ。ここでこの計算結果を睨むと L 回積分したものはこのようになると推測できるのだ。なんか文字が多くて複雑だわ。一見そう感じるが、複雑なのは添え字だけで実際の計算は難しくないのだ。 L を1とすると前の項は F の N 回微分、後ろは F の N 回微分の A での値なので L が1の時は正しいのだ。この式をさらに積分したものがこの式の L を L たす1に置き換えたものに等しいなら、機能法からこの式が L 回積分したものであることがわかるのだ。積分を計算すると最初の項は微分積分学の基本定理からこうなり、後ろの項はこの部分が定数なので積分の外に出してこのようになるのだ。そしてここの積分を計算するとこうなるのだ。これで積分の計算が終わったが、式をもう少し整理するのだ。この部分が k たす1の階乗であることに注意して和を取る範囲を一つ上にシフトすると k についての1から L までの和としてこのようになるのだ。するとこの項は k イコール0の項として級数の中に入れられるのでこのようになり、最初の項はそのままにしておいてこのようになるのだ。一番上の式と一番下の式を比べると一番上の式の L を L たす1に置き換えたのが一番下の式なので、機能法から一番上の式が確かに L 回積分したものであるということが分かったのだ。改めて式全体を見ると目がチカチカしてくるわ。確かに気分が悪くなってくるのだ。ただ計算自体は簡単で微分積分学の基本定理と形状の積分しかしていないのだ。さてこれでこの式が正しいことが分かったのだが、 L に N たす1を代入するとこのようになり、定義からそれが RN に一致するのでこれを FX について整理すると示したかった式が得られるのだ。 N たす1回微分して N たす1回積分するとこの式が得られるのね。これで RN がどんなものなのか分かったので RN の大きさを評価して近似が良くなっているのかという問題に答えるのだ。そのためにこの極限が0になることを示すのだ。確か N が1の時に0になることは微分のおさらいの時に示したわね。そうなのだ。この極限を考えることは X を A に近づけた時の RN の収束の速さを考えることを意味するのだ。例えば x-a が半分になれば x-a の n 乗は2の n 乗分の1になるが、それは x-a よりも x-a の n 乗の方が減り方が速く n が大きいほど減り方が速いと言えるのだ。この極限が0であるということは Rn は x-a の n 乗よりも減り方が速いということを意味するのだ。極限を計算すると Rn の絶対値は Rn の定義からこうなるが F の n たす1回微分は連続なので X が A に近ければこのような不等式が成り立つのだ。ここでこの不等式は F の n たす1回微分の X での値が A での値とそれほど変わらないことを意味するのだ。ここが1であることには大した意味がなく正の値なら何でもいいのだ。この不等式はデルタを適当な正の実数として X が A からデルタ以上離れないことを意味するのだ。デルタが急に出てきて不気味かもしれないが X が A に近ければという部分を数学的に表現しただけでそれ以上の意味はないのだ。ここでこの値を M と置くと上の積分はこのような不等式で評価でき、この積分は単に定数を n たす1回積分すればよくこのように計算されるのだ。したがって上の極限はこのように上から抑えられ x-a の絶対値が0に収束するのでこれは0になるのだ。以上で近似が良くなっていくのかという問題に答えられたのだ。さてここまでは n を固定して x が A に近づく時の振る舞いを考えたが、今度は別の意味での近似、つまり x を固定して n を大きくした時に Rn がどうなるのかを考えるのだ。円周率を求めるためには実はこっちの方が大事なのだ。
さっきのようにこんな不等式が成り立ってほしいのだが、そのためにはいくつか条件がいるのだ。1つ目は x よりも a に近い全ての実数 t に対して f の n たす1回微分が定数 m 以下になることなのだ。この時先ほどと同様に m を n たす1回積分することで n に関してこの不等式が得られるのだ。ただし今は n に関する極限を考えているので、特定の n ではなく全ての n に関してこの条件が成り立つとしておくのだ。まとめると x を1つ固定した時に上の条件が成り立つならばこの不等式が成り立つのだ。ここでこの部分を計算したいのだが、自然数 n を1つこの不等式が成り立つように選ぶと大文字 n までの積とそこからの積に分けられ、ここの値は大文字 n の取り方から2分の1より小さくなるので、このような不等式が成り立つのだ。ここで前の部分は小文字 n によらない定数で、後ろの部分は0に収束するので、この極限は0になるのだ。これは何を意味するのかというと、 fx についてこのような等式が常に成り立つが、 x が上の条件を満たす時に Rn が0に収束するので、 n の無限大への極限を取り添え字を k から n に取り替えるとこのような等式が成り立つのだ。関数 f に対してこのような級数を得ることを a を中心としてテイラー展開する、または単にテイラー展開すると言ったりするのだ。実は上に書いてある条件は少し強く、この条件が成り立たなくてもテイラー展開可能である場合もあるが、その場合は個別に Rn が0に収束することを示せばよいのだ。また上の条件が成り立つケースとして、例えばサインやコサインは微分してもサインかコサインになり、実数全体でマイナス1以上1以下になるので、全ての x に対して上の条件が成り立つのだ。また数関数 e の x 乗は何回微分しても e の x 乗なので、これも上の条件を満たすのだ。ということで円周率の計算には関係ないが、例としてサイン、コサイン、e の x 乗のテイラー展開を求めるのだ。まずはサインのテイラー展開を求めるのだ。サインの1回微分はコサイン、2回微分はマイナスサイン、3回微分はマイナスコサイン、4回微分はサインとなるので、 x イコール0での値は1、0、マイナス1、0となるのだ。もちろんサイン0は0なのだ。サイン x はこの等式が全ての x で成り立つので、この部分に具体的な値を当てはめていくと n イコール0の時は0、n イコール1で x、 n イコール2は0で n イコール3箱のように、偶数の時0、奇数の時プラスマイナスが交互に現れるのだ。これでサインのテイラー展開が求まったのだ。本当にこの等式が成り立つかをグラフで確認すると n イコール5の時はこのようになるのだ。ここで赤い線がサイン x の値、黒い線がテイラー展開で得た級数の n イコール5までの和の値なのだ。 x が0の近くではサインにかなり近いけど、ちょっと遠くなると急に離れるのね。黒い線は x の5次関数なので x が0から2倍離れれば誤差はおおむね2の5乗倍大きくなるのだ。 n イコール17の時はこのようになり、2つのグラフが重なる部分は増えるが、そこから離れてしまえば2つのグラフはより急激に離れていくのだ。 n を大きくしていくとこのように今見えている範囲ではほぼ一致するようになるのだ。こんなに綺麗に一致するのね。ちょっと信じられないわ。ついでにコサインのテイラー展開を求めると、コサインの微分はこのようになり、0での値はこのようになるので、コサインのテイラー展開は n が奇数の時0、偶数の時はプラスマイナスが交互に現れるのだ。次に e の x 乗のテイラー展開を求めるのだ。e の x 乗の微分は何回微分しても e の x 乗で、x イコール0での値は1なのだ。よってこのような等式が成り立つが、 Rn の n に関する極限が0になることを確かめるのだ。e の x 乗のグラフはこのような形で
X について単調増加。つまり X が大きくなれば E の X 乗も大きくなるのだ。 X を一つ固定すると T がこの間にあるとき、つまりこの不等式が成り立つとき、この不等式が成り立つのだ。この値を M と置くと Rn は N たす1回積分することでこの不等式が成り立つことがわかり、これはどんな X に対しても N を大きくすれば0に収束するのだ。これでこの Rn がどんな X に対しても0になることがわかり、 E の X 乗のテイラー展開が得られるのだ。和の記号を展開して書くとこのように表されるが、これをサインコサインと比較してみるのだ。1番目の項はここに、2番目の項はここに一致し、3番目の項は符号が異なるがここに、4番目の項も符号が異なるがここに一致するのだ。このように符号が少し異なるもののほぼ同じ項が現れるのだ。この符号の違いは i を虚数単位として上の式の x を ix に置き換えることで解消できるのだ。上の式の赤い枠は i の2乗がマイナス1であることから符号が交互に変わり、青い枠も i 倍が残るが符号が交互に変わるのだ。コサインの項は上の式の赤枠と完全に一致していて、サインの項は i 倍すれば上の式の青枠と完全に一致するわね。以上のことからこのような等式が成り立ち、これはオイラーの公式と呼ばれているのだ。パズルのようにぴったりはまるのね。でも E の虚数乗って意味がよくわからないわ。それは実数上のように解釈するのは難しく、この右辺の無限和によって定義されるものと説明するほかないのだ。この式は今回の円周率の計算には使わないのでこれ以上の説明はしないでおくが、テイラー展開ができるとこのように実数上の関数を複素数に拡張することができるのだ。ここからようやく円周率を求める次のステップに進むのだ。冒頭で話した求め方をおさらいすると、 f のサイン x が x になる関数、つまりサインの逆関数を求め、そのテイラー展開を求め、 y=1 や2分の1など具体的な値を代入して円周率を求めるのだ。まずはサインの逆関数を求めるのだ。このような4分の1の円を考え、ここの長さ s に対して赤いこの長さを ls と置くと、 ls は曲線の長さの定義からこの積分に等しく、これを計算すると詳細は省略するがこのようになるのだ。 L は s=0 から1までで定義されており、 s がマイナスの時は ls をこの長さのマイナスとすることで、マイナス1から0まででも ls をこの積分で定義できるのだ。ここで左の図にこのように線を引き、ここの角度を θ と置くと s はサイン θ と一致し、 ls はラジアンの定義から θ と一致するので、ここの関係から L がサインの逆関数であり、マイナス1から1までで定義されていることが分かったのだ。積分の変数を置き換えてサインの逆関数をアークサインと置くと、これが成り立つことが分かったのだ。これを F と置き、F のテイラー展開を求めたいのだが、微分をそのまま計算していくのは大変なので、直接計算する代わりに x の2乗を x に置き換えたこの関数のテイラー展開を求めるのだ。 c は少し書き直すと 1-x のマイナス2分の1乗と表すことができるので、その微分は合成関数の微分の公式から指数の値をかけ、指数を1引いたものに 1-x の微分、つまりマイナス1をかけたものに等しく、少し整理するとこのようになるのだ。すると次の微分も指数の値を前にかけ、指数を1引いたものに等しくなるので、 g の n 回微分はこの式で与えられるのだ。一応これが正しいことを確かめるためにこれをもう一度微分するとマイナスが打ち消されて、確かに上の式の n を n+1 に置き換えたものに一致するのだ。これで g の n 回微分が計算できたのだが、表示を簡単にするために新しい記号を導入するのだ。 2n-1 の後ろにびっくりマークを2つつけて、1から 2n-1 までの1つ飛ばしの掛け算を表すことにするのだ。
同様に 2n に対しても2から 2n までの1つ飛ばしの掛け算とし、0の時は1、マイナス1の時も1とするのだ。すると上の式はこのように少しコンパクトに表されるのだ。この関数の x イコール0での値は前の係数の部分に等しいので、 gx はこのように表されるのだ。分母を少し整理するためにこれを計算するとこのようになるのだ。ここで2の形状はそれぞれの項の前の部分に対応し、k の階乗はそれぞれの項の後ろの部分に対応するのだ。この時右辺は2から 2k までの2つ置きの積なのでこのように表されるのだ。よって上の式はこのように表されるのだ。あとはこの Rn が n の無限大への極限でちゃんと0になることを示せばよいのだ。Rn は g を n 足す1回微分したものを n 足す1回積分したもので、 g の n 足す1回微分はさっき計算した通りこのような関数なのだ。話を簡単にするために x は0以上1未満であるとすると、 g の n 足す1回微分は x に関して単調増加なので、 t が x 以下の時はこのような不等式が成り立つのだ。よってこの積分に関してこのような不等式が成り立ち、1を n 足す1回積分すればこのようになるので、整理するとこのようになるのだ。ここで前の部分は1以下の値を繰り返し掛け算しているので1以下。よって後ろの部分が0に収束すれば Rn が0に収束するのだ。後ろの部分を整理すると n 足す1乗の部分をくくってこのようになるのだ。ここが1未満であれば良いのだが、それはこれと同値であり、計算していくと x が2分の1より小さい時に 1-x 分の x が1より小さいのだ。さっきの式に戻ると x が2分の1より小さければ Rn が0に収束することが分かったのだ。よって gx は x が2分の1より小さい時にこのようにテイラー展開できることが分かったのだ。実はこの式は x の絶対値が1より小さい時に成り立つことが知られているが、この動画の目的ではこれで十分なのだ。ここでサインの逆関数 f の1回微分 f'(x) はこのような関数だったが、これは g の x に乗に等しいのだ。そして g のテイラー展開からこの等式が成り立ち、 f'(x) のテイラー展開が得られるのだ。ただし今必要なのはこれではなくこっちの表示なのだ。 f は f'(x) の積分で表されるので、これを積分して f を求めるのだ。 f は先ほどの式からこのようになり、この積分を計算すればこのようになるのだ。ここで Rn の積分は先ほど示したようにこの不等式が成り立ち、 n 足す1乗に関してまとめて後ろの積分を計算するとこのようになるのだ。これは x の2乗が2分の1より小さい時に n の無限大への極限で0に収束するので、この部分が0に収束し f のテイラー展開が得られるのだ。ただし x の2乗は2分の1より小さいとするのだ。 f を改めてアークサインと表すと以上でアークサインのテイラー展開が求められたのだ。一応 x の範囲をちゃんと表すとこのようになるのだ。ちなみにこの等式は本当は x がマイナス1以上1以下で成り立つことが知られているのだ。これで円周率を計算する準備が整ったので円周率を求めていくのだ。サインの6分の π は2分の1なのでこの等式が成り立ち、右辺は上の式からこれに等しいので、これを n イコール0から足していけば円周率が求まるのだ。一応2分の π の時もこの動画では等式を示さなかったが、比較のために計算してみるのだ。どっちもルートを計算する必要がないから手計算でも求められそうね。円周率の値を上に出しておいてそれぞれの値を計算するとこのようになるのだ。左の方は10番目の項まで計算しただけで小数点以下7桁目まで一致したわ。でも右の方は
3にすら届いていないわね。本当に収束するの？収束はするはずだが、計算してみると n=63 まで足して初めて3を超えて、 3.1 を超えるには n=736 まで、 3.14 を超えるには n= 約50万まで計算する必要があるのだ。それは大変ね。なぜ6分の π の方が収束が早いかというと、2つの級数のこの部分の違いから、上の級数の項の方が早く0に近づくからなのだ。項が早く0に近づくと一見収束が遅くなるように思うかもしれないが、それは逆で、級数が早く収束するからこそ収束先に近づく分の余白が小さくなって、級数の項が早く0に近づくのだ。最後に補足として円周率を上から評価する方法も説明するのだ。テイラー展開の各項は全て正の値なので、 n までで止めた値は6分の π より小さくなってしまい、円周率の下からの評価しか与えられていないが、これは6分の π と一致するので、後ろの積分を上から評価することでこのような不等式が得られるのだ。具体的な計算は省略するので、知りたい人は概要欄のサンプルプログラムを見てほしいのだ。以上でサインの逆関数のテイラー展開を用いて円周率を求めることができたのだ。テイラー展開って難しそうって思ったけど、たくさん微分してたくさん積分するだけと思えばそんなに難しくなさそうね。そうなのだ。テイラー展開でポイントとなるのは誤差 Rn の評価で、実はこの動画での Rn の表し方はメジャーなものではないが、それでも今回いくつかの関数のテイラー展開を求めたように十分使えるのだ。それに今回の円周率の求め方はルートの計算がないし手計算でも求められそうで、個人的に気に入ったわ。テイラー展開を用いた円周率の求め方は今回紹介したもの以外にもたくさんあるが、それは今後の動画で紹介する予定なのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。